こんばんは、新パイロットきよきよです。さて、今皆さんの目の前にある黒い怪物、なんだかわかりますか？そう、最高速度はマッハ3.2、公式記録は約マッハ3.3、実戦ではそれ以上の速度を出したという伝説もある、速度の王者、ロッキード SR71 ブラックバードです。ブラックバードシミュレーションズさんからついにリリースされたこちらの機体。先に言っておきます。これただの飛行機だと思ったら大間違いです。ミサイルが飛んできたらさらに加速して振り切ればいい。圧倒的高度と速度で敵の攻撃を無力化するパワーこそ正義をしていくコンセプトで作られた機体なんです。今回の動画ではこの機体の動かし方を紹介しつつ、どんな機体に仕上がっているかを見ていきましょう。さて、最初にこの機体の歴史を話すと、ブラックバードは敵地を観察する戦略偵察機として作られた機体です。この機体が現役だった時、まだスパイ衛星は解像度が低く、精度も今ほど高くはありませんでした。そこでブラックバードの出番です。高度85000フィート。そこは戦闘機もミサイルも追いつかない。紺壁を通り越して漆黒に深い空。そこをマッハ3.2で駆け抜けていました。最高速度のマッハ3.2というのも実はリミッターがかかった状態。これ以上出すと機体が熱に耐えきれなくなる、まさに熱の壁との戦いなんです。開発は伝説のスカンクワークス。表面がシワシワに見えるのは熱で機体が膨張した時に初めて完璧な形になるよう計算されているからです。驚くことに地上ではパネルに隙間があるため燃料が漏れ続けるのが仕様。ただ燃料自体が特殊で火を近づけても燃えないほど安全だったからこそ許された仕様です。今回ご紹介するのは早期アクセス版です。現在のレートや販売サイトによって前後しますが、価格は完成版が約9000円のところ、現在は早期割引で約6000円ほど。今のスマホの10分の1の性能しかない当時のアナログ技術で、どうやってマッハ3.2の世界を制御していたのか、それを自分の手で体験できるのは SIM ユーザーとして最高の贅沢です。むしろ今のうちに安く買えるのはありがたいです。コックピットに入ると意外にも視界が良いことに驚きます。正面の窓は小さいですが、斜め前の窓の角度のおかげで前方視界はかなり確保されています。スイッチ、計器類は見ての通り全てアナログです。座席右側にあるバインダーで装備を選べば、左側にナビゲーション装置が表示され、決められたルート通りに飛行することも可能です。難易度設定もあります。簡単な方からビギナー、トレーニー、パイロット、そしてインストラクター。この動画ではパイロットを選んでいます。ちなみに油断するとあっという間にお星様になるので注意してください。それでは長々と喋っているだけではなく、実際に動かしてみましょう。この SR71 には音声チェックリストが入っており、実際のクルーだったブライアン少佐かボルト大佐が操作方法を指示してくれます。まずは右を向いてメニューを呼び出しましょう。正面に円形状のメニュー画面が表示されました。SR71 は自分でエンジンを起動させることができないため、このメニュー画面の力を借りる必要があります。とりあえずグランドサービスからエンジンを始動するためのスタートカート、機体を動かないようにするためのチョークス、乗り込むためのラダー、この3つが有効化されていることを確認します。実機の通りパーキングブレーキはないので、チョークは必須となります。エアクラフトコンフィグを押し、燃料をセットしておきます。真ん中を2回押して、RSO チェックリストを押します。後部に乗っている少佐か大佐が機体の操作手順を教えてくれるモードです。
まずはエンジンを始動するために Ready to Start を押します。スタートを押せば手順が開始されます。うまく進まなかった場合は Proceed か Stop を押してください。Walt, are you there? I'm here, ready to start. Okay. Interphone check. Check. Daylight light. ビープ音が鳴ったら自分でスイッチを操作する必要があります。次は緊急脱出用のライトを聞かれたので、正面の赤いガードを開けて中にあるスイッチをアラート側に倒します。Check. Fuel quantity gauge check. 次は燃料量を確認するため、このゲージを確認します。燃料は先ほど設定した65,000ポンドです。Looks good. Center of gravity check. CGI's good. Check's good back here. Compute's good. Oxygen supply switches. Oxygen is good. Exterior lights. アンチコリジョンライトをオンにします。On. Brakes. Still good. Okay. Ready to start. はい、これで完了です。次はエンジンを始動してみましょう。真ん中を押してスタートエンジンズを押します。Okay, Walter, I'm ready to start. I'm ready to start engine. さて、エンジンの始動ですが、この機体、自力ではエンジンをかけられません。そこで使うのが、この黄色いスタートカート。なんと V8 エンジンを2つ連結して、その暴力的なパワーで巨大な J58 エンジンを無理やり回すんです。まさにアメリカンマッスルな始動方式ですよね。これを行うために、メニュー画面の一番最初に戻って、グランドサービスからスタートエンジン、ローテーションを選びます。しばらくするとケーキの針が動き出します。1000rpm になったらスロットルを少し前に倒してください。これでエンジンが始動します。次は2番エンジンです。Head counter check. Check. Generator switch. Looking good, normal. Left tire caution light. Well. Okay, am I disconnecting or external power coming out? ビープ音が鳴ったので、スタートカート、ラダーを外し、キャノピーを閉じます。これらは、グランドサービスメニューから操作することができます。And that's the end of that. That's it. 次は、ビフォータクシーチェックリストです。スタートを押して実行します。Okay, Walt, ready to taxi. Flight instruments check. リフレリングスイッチをオン。Flight instruments are good. Check. Canopy seals. キャノピーをロックします。Mine is down locked. TDI check. 次は機体のシステムを確認するビットテストです。やり方は機体の安定性増強システム SAS をオンにします。オートパイロットの速度保持モードをオン。
方位をオン。ピッチとロールもオンにします。APW をプッシャー、シェイカーにします。赤いガードを開けてビットテストを実行します。すぐ左にあるインジケーターがグリーンになり、時間をかけてテストシーケンスが行われます。Good. I'm ready to taxi. テストをパスすると、SASなどのスイッチが操作する前に戻ります。AP を押してビットテストのガードを閉じます。もしテストが正常に終了しなかったら、メンテナンスリクエストから機体の修理を依頼します。グランドサービスを押し、リムーブチョークスを押してチョークを外します。ノーズウィールステアリングがグリーン表示になっていることを確認します。パーキングブレーキはないので、ブレーキペダルを踏んだまま外すのがおすすめです。Hey, brakes are good, steering's on. これでチェックリストが完了しました。今後は右ミラーを触ることでメニューが呼び出せます。タクシーライトをオン。このまま滑走路へと向かいましょう。滑走路前に到着しました。今日はミラマー基地付近を飛ぶので ILS で着陸できるようあらかじめ周波数を設定しておきます。波間はこちらで設定できます。スコークを使いたい場合はバインダーを使って設定してください。ディスプレイモードセレクターを ILS アプローチに変更しておきます。着陸できるようにコースもあらかじめ設定しておきます。下のマップについては拡大と縮小が可能です。ビフォーテイクオフチェックリストを実行します。Okay, well, before takeoff checklist. Ready. Engine run, IDV. Set. Engine EGT trim. Checking. Looks good. Flight control trim. Check. CG check back here. CG is good at the front. Fuel transfer. Off. D-rich. Armed. Number 1, number 2 oxygen. I've got both oxygen on and good. Brake switch. 80 skid on. Pitot heat. 気筒ヒートをオンにします。On. Battery switch. Check. Battery good. Instrument inverter switch. Set normal. Standing by for next phase. ランディングライトをオンにして滑走路内に入ります。プリテイクオフチェックリストを実行します。Pre-takeoff. SAS. パスをすべてオン。リサイクルボタンを押します。Warning caution lights. ANS 以外の警告がないことを確認します。 Get back here. Circuit breakers. The circuit breakers are I'm out of yet. Fuel tank full.
タンク4を押します。Compass check. Let's go. 15 seconds to go. 15秒後に離陸します。 10, 150ノットを超えたところでスティックを手前に引きます。 5, ギアアップします。ランディングライトをオフにします。サーフェスリミッターの警告が出たらこのレバーを操作します。あとは燃料の残量をセレクターを使って確認しながら燃料切れが起きないように1から3、4から6のタンクを選択し飛行するだけです。この機体は安全に飛行できる範囲が短く、一歩外れるとほぼ回復は不可能です。脱出するか爆発するかの2択になります。SR71 でのオートパイロットの使用方法です。まずは方位から HSI を確認しながら機体方位をセットします。ロールをオン、ヘディングをオンにすることでオートパイロットにより機体が動きます。フライトプランに沿って飛びたい方はディスプレイモードセレクターを ANS、ATT リファレンスセレクトを ANS、そしてオートパイロットのロールをオンにしてナブを前に倒すだけで OK です。今回は ILS を使うので ILS アプローチに戻しておきます。コードを変えたい場合はオートパイロットのピッチをオン、ピッチトリムホイールを操作することで上昇と降下ができます。そろそろ降下します。この機体にはフラップがないため着陸するときは200ノット程度から徐々に減速し175ノット前後で設置できるよう慎重に下ろします。ギアダウンしてランディングライトをオンにします。あとはトラックシュートを展開し減速するのを見届けるだけ。これがないと滑走路が足りません。この間の巨大な怪物が静かに止まる様子は圧巻です。着陸できたのでトラックシュートを切り離します。エンジンはフューエルシャットオフをオンにするだけで止まります。いかがでしたでしょうか。現在のハイテク機のような快適さはありません。でもここには男のロマンと航空機の結晶が詰まっています。もしそういうのが好きであればこの機体は間違いなく買いだと思います。皆さんもマッハ 3.2 の熱で機体がきしむ音を体験してみませんか？最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。